歴だらテレキです。ムーブフィギュア激動編と銘打たれまして、全日本フィギュアスケート選手権2023が、21日木曜日夜7時から4夜連続中継なんですね。中継でフジテレビ系で、中継されると。で、前回、男子を占わさせてもらいました。フィギュア新激動編となってるように、新たなニューウェーブ、若い人たちの台頭と、今を席巻している人たちの何か拮抗するエネジーみたいなものを非常に感じるというところで、前回、男子を占ったんですけれども、そして今回、女子占いたいんですが、女子もそうなんですよね。おそらくね、男子ほどバチバチの構図というわけではないかもしれないけれども、今回私すごくまだこれから出てくる若い人たちのパフォーマンスも見させていただいたんですけど、本当スター選手になりうるような、もう原石のきらめきを持った人たちがいっぱいいますよね。確かに本当ネクストウェーブがもうどんどん迫ってきてる。今一番だけど台風の目となりうるのは多分ね、日本人ではないけどイリア・マリリンさんがね、目下一番強力なんじゃないかなって気がしますけれども、日本人のフィギュアスケートはすごいいっぱいスター選手になりうるような人たちがいっぱいいて、これから本当に楽しみですよね。でそこでね、今回はね、女子を見ていきたいんですけれども、前回と同じく男子と同じく4人ちょっと主要な方を挙げてみました。だけど他にもね注目すべき、スケーターの方いると思いますけれども、あんまり多くなりすぎてもちょっとごちゃごちゃしてしまうので、ちょっと4人絞らせていただきました。エースの坂本花織選手、そして吉田陽菜選手、私この吉田選手初めてですね。そして島田真央選手、そして三原舞依選手、この4選手を占っていきたいと思います。でもちろん今回もちょっとね、新激動編となってるように、新旧の、新旧って言っても皆さん若いけどね、女子エースの坂本花織さん、もう22歳です。23歳ですね。23歳。若いんですよね。新旧とか言ってるけど、もう皆さん若いです。で、今回多分一番台頭してくるであろう選手は島田真央さんなんじゃないでしょうかね。15歳の、方で、私一度というか2度ぐらい占わさせていただいて、もう一方この18歳の吉田陽菜さんって方は私初めて占うんですけれども、まず見させていただいて、和の、テイストの音楽で尺八のね、すごく印象に残りました。でグランプリファイナルでは銅を取られてるんですね。この吉田陽菜さんは腰の怪我でちょっと休んでらしたんですね。でそこからカムバックされてきてる。でそしてカムバックといいますと、三原舞依選手も大変な病気をされていて、それを克服してカムバックされてます。昨シーズン、去年ですね、昨シーズンは2位になっておられますよね。大変話題になってましたよね、三原選手復活の。ちなみに坂本花織さんはもう3連覇なんですね、今年ね。全日本、そして世界選手権3連覇、すごいです。Wild is the Wind っていうね、歌で、音楽でね、パフォーマンスされてたけどね、やっぱり、すごいんですよね、やっぱりね。もう安定のゴージャス感というか、やっぱやっぱり野島さんに通ずる、やっぱりね、やっぱエースのやっぱ安定感というかね、見ててやっぱすごいなって。さて、ではですね、まずこの4選手のホロスコープ見ていただきましょう。
ずですね、坂本花織さんが安定しているんですよね。今年がね、メインに当たってらっしゃいます。閉門メインに当たってらっしゃいます。そして、この閉門メインから2026年のオリンピックに向けて、検問在白位に入っていかれるんですね。非常に強いバイオリズム、ホロスコープ上のね、星のキスなんですけれども、非常に強い機運を持ってらっしゃいます。で、一方ですね、今一番上り調子、15歳の島田真央さんなんですが、今年の年末から破門に入ってらっしゃるんですね。破門繊維に入ってらっしゃいます。ただ15歳というね、若い、まだまだね、これからどんどん成長していくベクトルを持ってらっしゃるので、若いうちの破門シーズンっていうのは、年を取ってからよりは、比較的ね、アグレッシブに乗り切れると言われております。ただし、やはりとは言っても破門シーズンに入っていかれるんですね。検問が兄弟に当たってらっしゃる方ですので、ちなみに月運が12月ちょうど検問兄弟当たってらっしゃいますけれども、なんか上り調子なんだけれども、上っていく力の中でも周りの人たち、自分のコミューンとかね、家族とか、兄弟はもちろんなんだけれどもね、兄弟っていうぐらいで、自分の人の取り巻きの人たちに対する感謝の気持ちみたいなものをね、忘れないことによって、星の命理上のね、ホロスコープ上の機運が低迷する破門という時期なんだけれども、なんていうかな、周りのご自身の取り巻きの人たちに対する感謝の気持ちを持つことによって、機運が逃げるので、防ぐことができると。ご自身の霊力を高めて、もう乗り切っていただきたいなと思います。そこでですね、男子でも見たんですが、この4選手の、一番簡単なね、吉凶を見てみましょうか。それではどうぞ。この関係性を見てもですね、強いなと思うのはやっぱね、坂本花織さんとね、島田真央さんなんですね。やっぱね、強い機運を持ってらっしゃるのが坂本花織さんですかね、やっぱりね。ホロスコープ上も、吉凶に関しても、互いのね、吉凶に関してもね、坂本花織さんが非常に強いものを持ってらっしゃいます。とは言ってもですね、若い世代がね、どんどん伸びてきてるというところで、目を打たれてます、フィギュア新激動編。今回ちょっとタロットをね、エース、女子エースの坂本花織さんをちょっとフューチャーして、世代交代の本当にあるのかなっていうところ、ちょっとタロットで見ていきたいと思います。それでは参りましょう。まず、ジャッジメント。結構でかいのがいきなり来た。ダイアルカナのジャッジメントね。そして、5。これも大アルカナですね。女帝ですね。これ、虎だよね。白虎みたいな。そして、タイト。でも、これ豪の山と考えて、非常に強いですね。やっぱり。ただこのジャッジメントっていうのが気になりますよね。なんか大きな転機があるかもしれませんね。坂本さんの中に。ただ、とどまるという力も働いてます。そして、裏打ちの名簿対ドン。Two of Swords ですね。均衡を保つとかっていう、バランス保つっていうようなね、
カードなんですけども、ここではディシジョンズになってますね。ジャッジメントもそうなんだけれども、まあ、ディシジョンズ、まあ、決定するとか決めるっていうことだけれども、決断するってことかな。ただ、まあ、ジャッジメントに対しては随分こうサクッとしてるかなっていう気はしますよね。トゥーの、トゥーソーズなんでね。ソードの2ですので。そして、5。セブンカップスですね。これはまあ妄想とかっていうカードなんだけれども、まあ、チョイシーズとなってますね。チョイスズっていうのかな。選択を考えている。そして、ドンと。これは大アルカナの12。12はあれだよね、吊るされた男だよね。まあ、パースペクティブ。まあ、見解とか、どうだろうね。なんか、瞑想の先にある、まあ、ビジョンみたいなものかな。なんか、坂本さんの中に、ご自身の中に、まあ、ビジョンがあると、まだ、なんか、達成しきれていない、ご自身のこう美意識みたいなもの。新たな、こう、なんかやっぱビジョンがあるのかな。妄想とかってあるんで。そして、ドンと。The High Priestess。同じさ。いやー、だけど強いね。これ、大アルカナがすごい多いし、やっぱ女の力がすごく強いかなと思うんだよ。まあ、女子を占ってるから、まあ、当然といえば当然だけれども。なんとなく私はこのカードはね、坂本さんと同じチームの、なんか三原舞さんをちょっとなんか感じてしまったけど、ね、なんとなく。三原舞さんは女子の方でね、非常に、この女性の、陰性の女性のパワーみたいなものをなんかすごく感じる方で素敵な方ですね。そして最後行きましょう。ちょいとドキドキ、ドンナインオブディスク。カルミネーション。まあ、ご自身だけの、まあそうだな。楽園といったとこだね。10ではないんだよね。9なんだよ。まあ、とりあえずこんなん出ましたらいかがでしょうか。まあ私だけどね、このスプレッド見る限り、やっぱりね、坂本さんが強いと思いますね、非常に。もうホロスコープ上も強いと思います。この大アルカナの数を見てみてもそうだし。で、ただなんか、坂本さんの中で大きな転機があるかもしれないよね。大きな転機があるんだけれども、それをやっぱりサクッと決められる。ご自身の中で、まあ、サバサバっと決めて、まあ、突き進んでいく。ただ、このナインオブディスクっていうので、なんだろうね、やっぱなんか、ご自身の中で達成したいビジョンっていうか、まだなんか、あるんでしょうね、なんかね。それが、こだわりとなって、出ているかなっていう感じですね。やっぱそうだね、新しい世代の島田真央さんとか、ね、そして吉田花さんとかね、どんどんこう上がってくるとね、こう接戦になると面白いけれども、ただ今回やっぱり坂本さん強いんじゃないかなという気がします。皆様いかがお感じになりましたでしょうか。いいね、コメント、チャンネル登録いつもありがとうございます。大変励みになっております。今回もご視聴ありがとうございました。レキタラトリキでした。それではまた、バイバイ。